ワンちゃんのうんち一つしかないんですよ。本当にじゃあ蓄えるものがない状態なんですね。もしかしたらうんちを食べてたのかもしれない。おそらく餓死でしょうね。もう死後硬直も破産申し立ての手続きを進めていたようですね。ね、亡くなった時ぐらいなんかねこう片付けるわとかって言ってくれたらいいんですけど、身内の方もね、全くそれもないということで、おはようございます。本日はどうもよろしくおよろしくお願いします。お願いします。本日はですね、大阪市で生活支援を行っていらっしゃる生活支援機構オールの代表の坂本さんといます。その生活支援機構オールさん、はい、詳しく言うとどのような活動をされているんでしょうか。日本全国から生活困窮でしんどくなった人たち、そしてそこに住めなくなった人たち、そしてそこで生活保護を受けたいけど、受けにくい人たち、生活保護を受けてるっていうこと自体で蔑まされてしまうと。でそこで生活保護を受けるぐらいだったら死にたいっていう人たちをだったら大阪に来たらいいんじゃないですか。で大阪って本当に懐深い町ですから、そこで制度を活用した上で、社会復帰していっていただくっていうのをメインとしてやっておりまして、居住支援が一応メインとなってます。居住支援されてらっしゃった方が登録されたということで、大体おいくつぐらいのご年齢50代の50代の方ですね。女性の方が孤独死された現場ということで、居住支援されているってことはオーナーさんにもなるわけですよね。はい、お部屋のオーナーさんということで、第一発見者は今回はですね、家賃保証の会社さんが第一発見者として、派遣していただいて、家賃が入らないなということで保証会社さんが言ってくれたら、中で倒れてた、なるほど。死後何日ぐらいの現場でしょうか。死後1ヶ月ぐらいだと思いますね。結構長いですね。では早速ですけれども、お部屋の方ご案内いただきたいと思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、こちらですね。ちょっとかかってますね。どうぞ。どうぞ。でこんな感じですね。で保証会社さんが開けた時にはここでくの字で倒れてたと。髪の毛がべったり。死因はもうまだわからないんですよ。こちらはワンちゃんですよね。そうですね。ワンちゃん飼ってまして、でやっぱ飼い主さんがね亡くなったということで、そのままワンちゃんも亡くなってしまったと。警察とか消防っていうのが、人間が孤独死とか実施された場合は、ご遺体は引き上げていただけるんですけれども、ペットとか動物っていうのは、法律上所有物っていう扱いになってしまいますので、ご遺体はこのまま、置かれているという状況になっています。一人暮らしされている方でですね、ペット飼われている方もたくさんいらっしゃるんですけれども、そういう方が孤独死されたとか孤立死されたというパターンですと、過去にもありましたけれども、飼い主さんのご遺体を食べて生き延びるワンちゃんとか猫ちゃんもいらっしゃいますけれども、今回のケースでは、そのまま餌と水がなくなって、おそらく餓死しているんだろうなというような状況ですね。動き出しそうな感じの、でも痩せ細ってガリガリやわ。こう触ってみるとあばらがもうあばらがもうすごい可愛いですね。結構居住支援されていると、こういうことって多いんですか？やっぱ多いですね。特にこの居住支援っていうのはもうどうしようもなくなった人たち、もう本当にしんどくなった人たちを居住支援することが多いので、こういった現場は本当に数ヶ月に1回はありますね。だから本当にこの居住支援っていうのは孤独が本当に一番ね怖くてですね、
僕たちも1000件超えるぐらい今管理してますんで、何かあった時に連絡してねとかそういったのもできるんですけど、じゃあずっと定期的に連絡取り合うんかっていったらそうでもないしですね。でこういう50代で社会不況頑張ろうとしてる方だったので、特に障害があるから制度を活用しながら行かないといけないとか、毎週見に行かないといけないような人たちじゃなかったら、逆に本当にそういう制度を活用してる人はねすぐ発見できるけども、障害とか介護とかですね、そういったの入ってないところはもう家賃滞納とか、新聞溜まってるとか、そういうあと置き配がずっと取られてないとか、そういうのでもしかしてって行くしかないっていうのが現状ですね。ご遺体はあれですか、引き取られて、その後ですね、一応家族の方が多分やりはったと思うんですけども、もうあとはこのまま何ももうしませんと。ね、亡くなった時ぐらいなんかねこう片付けるわとかって言ってくれたらいいんですけど、身内の方もね、全くそれもないというような。はい。両方連言教完全音本サモブ運門廃人25二次無人人音本サ即十座記変断運見合唱鉱物二世前言総括無人陰本サマガシチ陰自力技尿性ご遺体をこちらの箱に移したいと思います。おお、あばらが多いですね。おそらく餓死でしょうね。もう死後硬直も、体液ももうすごい出ている状況です。遺体が崩れそう。体が崩れそうな。飼い主さんの元へ取り出していきます。またね、天国で飼い主さんと会えるといいね。大好きな飼い主さんの元で、こうやってね亡くなられていたということですので、きっとこれから、天国で飼い主さんとまた会えて、結構いろんな、サプリメントとかあるんで、健康には結構気を使ってそうな方ですし、特にそんなセルフネグレクトとかそんな感じでもなさそうな方ですけど、こういった遺品整理の仕事をしているとですね、こういった書類とかいろいろ出てくるんですけれども、このお住まいの方がどのような生活されていたとか、どういう境遇だったのかとかが手に取るように分かってしまいます。こちら法律事務所からのお手紙ですけれども、どうも破産申し立ての手続きを進めていたようですね。不思議なのがワンちゃんのうんち一つしかないんですよ。
本当にじゃあ蓄えるものがない状態に。もしかしたらうんちを食べてたのかもしれないですね。ワンちゃんの餌。結構餌がたくさん。切ないですね。これが地面にあったら、もしかしたらワンちゃん助かっていたのかもしれないと考えると。収納の中もすごい綺麗に。ネイルが好きだった人。ネイル、ああ、全部ネイルですよ。これ全部、ああれやっぱでもネイルお仕事でされてたのかもしれないですね。めっちゃ業務用っぽいですもんね、これ。これも全部ネイルチップ。すごいですね。ご自身で書かれてるんですよね。なんかやっぱりファッション関係のお仕事だったんでしょうね。すごい上手な。これから何されるんですか？これからこの体液がついている箇所の清掃を行っていきたいと思います。白いコードにも血液がねたくさん付着しているんですよ。髪の毛もたくさん剥がれ落ちてて、血液がたくさんついている状況です。べったり血液が床に浸透しています。剥がれないですね。人の油がべったりくっついて、すごいわ。これ全部真っ赤っかになってます。体液が浸透している状態です。剥がすとちょっと匂いがね、もわっとやっぱり上がってきましたね。こっちも剥がして血液凝固したいです。髪の毛もたくさんついている状況です。今からこちらの強力な消毒剤で洗剤と混じって真っ赤な血液が浮いてきたんですね。浮いてきましたね。はい。結構浸透してますね。はい。ここを角をこすっていくと、白い泡が血液が混じった泡にこう変化していくね。今天井と壁紙クロスをですね、今すべてめくった状態です。どうしても壁紙にも天井にも刺繍がこびりついていますので、一旦全部剥がしました。で剥がした上でもやっぱり刺繍の匂いは漂っている状況です。でこれから薬剤を
用いまして除菌洗浄をさせていただきます。でその上でオゾン燻蒸の作業をしてこの刺繍を消していきたいと思います。今かなり薬剤を散布しているのでお部屋の湿度が上がっています。このオゾン発生器のオゾンはですね、こちらの機械になるんですけれども、人体にもちょっと有害なぐらいの超高濃度のオゾンを発生させます。で湿度を上げれば上げるほどオゾンの効力がかなり上がるので、お部屋の湿度をですねかなり上げております。これよりじゃあ一旦こちらの超高濃度のオゾンのスイッチをオンにします。今ここから高濃度オゾンが発生している状況でございます。ちょっと我々もあまりこの部屋にいるとちょっと人体にも有害ということもあり体がしんどくなるので、一旦このまま解散していきたいと思います。オゾン燻蒸を開始してから、かれこれ約1時間ちょっとが経ちました。室内の状態を見ていきたいと思います。刺繍はもうほぼほぼ消えたと思います。でこれから壁と天井、壁紙貼っていってですね、清掃も入れていきますので、完全に刺繍は消えていきます。はい、もう大丈夫ですね。はい、綺麗。もう見違えるように綺麗になっております。体液が浸透していたのでコーティングで全て塗り替えさせていただいております。壁紙ですね、オゾン燻蒸作業をさせていただいた後にもう新品のクロスを壁と天井も全て貼らせていただきました。で床の方も全てもう薬剤で洗浄した後に特殊なコーティング剤とあとはワックスでピカピカに磨き上げております。見違えるように再生されました。まさかこんな綺麗な部屋でお亡くなりになられていたとちょっと思えないぐらいに綺麗に観光させていただいております。一人暮らしでペットを飼われているワンちゃんであったり猫ちゃんであったり、爬虫類とか、いろんなペットを飼われていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、密に親族の方、お友達とかご友人の方とかも普段から連絡を取り合っていただいて、何かあった時は、せめてペットだけでも飼われている動物だけでも何とかしてくださるようなお仲間の方がいらっしゃればいいんですけれども、今回こちらの方はちょっと社会的に孤立化されていた方だったそうなので、なかなかそれも難しかったと。普段から周りのお仲間の方と、密に連絡を取り合っていただく、もうそれしか方法はないのかなと思います。関西クリーンサービスでは社会的孤立化、孤独死などの社会問題について、注意喚起させていただいております。動画を通じていろんなことを発信しておりますので、ぜひご視聴とチャンネル登録の方お願いいたします。また私亀澤典之の X でもいろんな情報を発信しておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございました。